こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。突然ですが、皆さんは海外とかに旅行に行ったりとか住んだりしてみて、自分ってやっぱりこの国の人だなみたいな、自分はやっぱり母国の人だなと思った瞬間はありますでしょうか？私は今韓国に住んでいて、もうすぐ1年ぐらいになって日本に帰る予定なのですが、韓国は日本のお隣でとっても近い国なんですね。そんなに近い国だけど、やっぱり文化の違いを感じて、自分は日本人だなぁと思う瞬間がたくさんあったんですね。なので今日は自分が日本人だなぁと思った瞬間や、逆に1年ぐらい住んでみたらどういう風に変わったのか、日本人がどういう風に心境とか性格が変わったのかについてもお話ししていきたいなと思います。ぜひぜひリラックスしながら今日も最後までゆっくりと聞いてくださると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。シラの日本語ポッドキャスト。はい、ということで早速本題に入っていきたいなと思うのですが、私が日本人だなと思ったこと、一つ目、前回のポッドキャストでもお話ししたのですが、やっぱり辛いものが苦手でした。辛いものを食べていけばだんだん慣れてくるよというお話を聞いたことがあるのですが、皆さんどうですか？皆さんは辛いものを食べているうちにどんどんもっともっと辛いもの食べれるようになった経験はありますか？私は辛いものを食べられた方が日本料理だけではなくて韓国での生活もそうですし、中国とかも辛い食べ物多いですよね。それこそマーラータンとか火鍋とか辛いもの結構流行っていたりもするじゃないですか。なので辛いものを食べれるようになりたいと思って、結構韓国に来てすぐの時だいぶ努力していたんですね。頑張って自分の限界の辛さにいつも挑戦していたり、誰かとご飯行く時も辛いものは苦手ですとわざわざ言わずに最初は頑張ってみたりもしたんですけど、やっぱり辛さが苦手で小さい頃から食べていたりとか、少しずつ辛さに挑戦していったらまだ大丈夫だったかもしれないのですが、私は急に辛いものを食べれるようになりたいと思って連日頑張って練習していたら胃腸炎になってしまったんですね。胃の病気ですね。なので辛い食べ物はやっぱり体質的に苦手なのかなと思うのと、今では辛いものを食べた時に美味しいと思って食べられても先になんだか胃が違和感を感じるようになってしまいました。なんだか胃が痛くなりそう、胃が食べないでって言ってる感じがするみたいなのを感じるようになって、最近は食べられないものあると言われた時に苦手な食べ物をあんまり作らないように努力していたので、日本に住んでいる時とかは嫌いな食べ物ないですというふうにお話できていたのですが、最近は辛いものは本当に食べられませんというふうにお話ししています。っていうのも、韓国の方が辛くないと言っても私にとってはすっごい辛いという経験何度もしてきたんですね。
韓国の方はもちろんとってもいい方多いのですが、辛さについてだけはちょっと信用できなくなってしまいましたそれぐらい私はやっぱり辛い食べ物は苦手だなということが分かって、これも日本人なのかなと思います。辛いものがやっぱり無理だったというお話をしたのですが、反対に韓国に来てから変わったこともあるんですね。それがニンニクです。皆さんの国ではニンニクを料理を作るときによく使いますか？日本にいたときはニンニクもちろん使うこともあるのですが、生のニンニクとか焼いたニンニクとかを食べると次の日まで匂いが残ってしまうんじゃないかなとか、誰かに匂いで迷惑をかけてしまうんじゃないかなと思ったりだとか、私自身口の中にずっと匂いが残る気がして、どっちかといえば苦手だったんですね。今でもニンニクの匂いに敏感な方ではあるのかなと思うのが、韓国で電車に乗った時にニンニクのような匂いをすることがあるんですね。韓国の方も感じているのかはわからないのですが、日本にいた時は感じなかったのに、韓国に住んでみて、韓国料理は本当にニンニクが入っていたら美味しいというくらいニンニクを使う料理が多いんじゃないかなと思うのですが、少しずつ食べるようになって、今では私も大好きになってしまいましたなのでニンニク料理を最近は楽しむことができたのも、日本に住んでいた時はなかなかできなかったことなので、韓国に来て変わった日本人の特徴の一つなのではないかなと思います。私の友達、日本人のお友達もニンニクが苦手とか匂いを気にして食べないという子もたくさんいるので、私はどっちかというと友達と同じタイプだったのですが、韓国に来て変わったなという印象があります。そしてもう一つとっても変わったなと思うのがコーヒー文化です。皆さんは毎日コーヒーを飲みますか？外で買って飲むことたくさんありますでしょうか？とか、コーヒーが売っているお店、特にカフェとかですね、たくさんありますでしょうか？日本にいるときはカフェといったら、一番よく行くのはスターバックスとか、毎日コーヒーを飲むということはなかったのですが、韓国に来てもちろんカフェが本当に多いということと、値段が安いということもあって、飲む機会が本当に増えました。あとは道を歩いているとコーヒーを持っている人が本当にたくさんいるんですね。特に冬すっごく寒い時期で、私はダウンを着て凍えながら歩いているのに、上着ダウンも着ずにいる方がアイスのアメリカーノを持って歩いている姿を見ると、寒さに対する耐性も全然違うんだなということが分かりました。私が住んでいた関西という地域は冬もマイナスですね、氷点下まで気温が下がることはないので、そんなに寒くないかなと思うのですが、韓国は冬はマイナス10度とかまでかなり冷え込む、寒くなるので、これも私が日本人だなと思った瞬間でしたね。寒さにも強いということと、コーヒーが大好きになったというのが私の変わった特徴かなと思います。
日本には韓国のようにはたくさんカフェはないので、日本に帰った後、この少しコーヒー中毒のようになってしまった私は生きていけるのかなと、少し今から不安に思っています。ニンニクとコーヒーと寒さと変わったなと思うこともお話ししたのですが、やっぱり日本人だなと思う瞬間もまだまだたくさんあって、私は今ソウルに住んでいるので特にそう思うのかなとも思うのですが、静かな場所に行くことがあんまりないなと思うんですね。日本にいるときは電車とかカフェとか静かな場所たくさんあったのですが、韓国は人が多いのもあるのか、活気があってワイワイとしている雰囲気があるかなと思います。なのでそういう雰囲気ももちろん楽しいし大好きなのですが、ふと入ったカフェが静かでゆっくりとした空気が流れていると、なんだか日本にいるみたいで落ち着くなぁという気持ちになります。そういうことを感じたときに、日本にいるときはそういうことを感じることがなかったので、自分はやっぱり日本人だなぁと思うことがなんだかありました。そしてこれもまだまだ抜けない日本人だなと思うことが、何かとっさにお店とか外で誰かとぶつかってしまった時とか、何かとっさに声を出さなくてはいけない時に、やっぱりすみませんと言ってしまうんですね。謝る必要はない場面でもすみませんと言ってしまうのがやっぱり日本人だなと思うのと、前回以前のポッドキャストでもお話ししたことがあるのですが、すみませんは日本人本当によく使うので、これは抜ける日が来ないんじゃないかなと思います。あとはありがとうございますとかもうすみませんとの次ぐらいにありがとうございますもたくさん言うのと、店員さんに対して気を使いすぎてしまうということがまだありますね。韓国の人とか他の国の方を見ていると、もう少しラフな感じとか、そこまでありがとうとかごめんとか言わなくてもいいんじゃないかなと思うくらい、自然にお話とかされているのに、やっぱり私はすみませんありがとうございますというふうに未だに言ってしまう部分があって、もちろん悪いことではないのですが、パッと見て誰が見ても日本人だなという特徴を私はやっぱりまだまだしているんだなと思う瞬間があります。あとは電車とかで列に並ぶ時も日本人だなと思うことがあったのですが、列に日本人はなんでそんなに綺麗に並ぶのということを以前ポッドキャストでお話ししたことがあるのですが、電車ではもちろん綺麗に列を作って並んでいる方、今韓国でももちろんたくさんいるのですが、バスは止まる停留所が少し違うからなのもあるのか、バスはあんまり並ばない印象があります。並ぶことが正しいのか並ばなくてもいいのかはちょっとわからないんですけど、日本人は何に対しても列を並ぶっていうのが結構染みついているので、バスはみんな並ばないんだなっていうのが
少しの間ですが生活してみて分かったことなのと、列に並ばないんだとか、列を気にすること自体も私は日本人だなとか思ったりだとか、無意識に列を探しているのも日本人なのかなと今振り返ってみると思いますね。あとはこれがやっぱり一番かなと思うのが、日本の味がとっても恋しくなります。韓国料理特に本当に大好きなのですが、日本のお寿司が食べたいとか、お寿司は韓国にもお寿司屋さんがあるのですが、日本にしかないチェーンのお店とか私結構大好きなんですね。なのですき家が食べたいとか、びっくりドンキーのハンバーグが食べたいとか日本にしかないチェーンのお店の食べ物を食べたくなることがよくあります。日本のコンビニのファミチキが食べたいなとか、以前に日本のコンビニについてもお話ししたことがあるのですが、ファミチキ大好きなんですね。なので日本のファミチキが食べたいなと思ってしまう瞬間も時々あります。あとは海外といってもお隣の韓国の国ですが、日本にいた時私は日本人だという意識はあんまりしていなかったんですね。というのも周りにいる人ももちろん日本人が多くて、私が日本人と思わなくてもみんなが日本人なので、一回一回考える機会みたいなものはなかったかなと思います。ですが韓国に来て、韓国の人だけではなくていろいろな国の人と会ってお話をする中で、日本人のあの子、日本人の私というふうに思うことが多くなりました。友達も日本人の私というふうに認識しているので、日本ではどうなのとか、日本にはこれあるのとか、そういうこともよく質問されたりとか、私がお話しすることは日本人はこんな考えなんだみたいな形で受け取る方が多いので、なんだか友達の前でだけですが日本人を代表してお話ししているような気持ちにもなったりして、これ日本人がみんなそうって言って大丈夫かな、私だけの変な特徴だったりしないかなとか不安になることももちろんあったのですが、日本人の私というふうに考えることが多くなったかなと思います。実際韓国に住んでみてそう思う機会も多かったのですが、旅行とかに行った時もどこから来たのとか言われることたくさんありますよね。なのでそういった時にも私は日本人だなとか、すぐに日本人ってわかる見た目をしているんだなとか、そういったことを感じる機会があるかなと思います。はい、ということで今日は海外に住んでみて私ってやっぱり日本人だなと思ったことや、反対に日本人が海外に住んでみて変わったことなどについてもお話ししてみました。いかがだったでしょうか。私は今日お話ししたことがやっぱり日本人の特徴だなとか思うことがたくさんあったのですが、皆さんの国でこういう行動をするときにやっぱり自分はこの国の人だなとか、こういう食べ物を好むところがやっぱり私はこの国の人なんだなと思うことはありますか？ぜひぜひ教えてもらえたらなと思います。
このポッドキャストではこれからも自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきます。ぜひぜひチャンネル登録をして次回以降もたくさん聞いてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日も最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。